やはやはうな。通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、映画ちいかわ人魚の島の秘密からの話題になります。日本でもね、本当に文字通りの嘘偽りない大ヒット上映中となっております。この映画ちいかわですが、前回の動画でもお伝えした通り、もうすでにね、海外での公開がスタートしております。そしてその興行収入も出てきたようですので、本日はこの辺りを中心に詳しく見ていければと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは本題です。こちらね、見えておりますが皆さん、映画ちいかわ人魚の島の秘密、ご覧になりましたか？日本でもね、いろんな意味で話題になっておりますこの映画ですが、現在こちらにありますね。はい。大ヒット上映中。これね、嘘偽りがございません。とりあえず言っとけの大ヒット上映中じゃないということで、このチャンネルご覧になっている皆さんもね、多くの方がご覧になったんじゃないかなと思います。前回の動画をきっかけに行きましたよという方、たくさんコメントいただいておりまして、ありがとうございます。あの動画がね、動員のきっかけになったというのであれば嬉しいですよ。そんな映画ちいかわですが、現在ですね、台湾、香港、マカオで公開がスタートしておりまして、台湾に関しましては興行収入もね、しっかり出ているようです。これがね、なかなかいい出だしということなんですが、ではまずね、日本の状況から先にね、見ていこうかなと思いますが、なんといってもこちらでしょう。数量限定入場者特典第2弾、8月8日から配布になっています。これね、回るんですよね。面白い。ほら。こんな感じで回る。ちなみにね、この横も回ります。はい。そしてなんとですよ、こっちも回っちゃいます。これがね、ちょっと楽しいんですけども、皆さんこちらもらいましたか？はい。数量限定入場者特典第2弾、ボンボンドロップシールですね。ふくたもね、もらいましたよ。ということは、2回目を見に行ったわけですが、これね、どうやら第1弾よりも数が少なかったんじゃないかなってことも言われておりまして、もうね、初週末で配布終了してしまったという、そんな映画館もね、報告たくさん上がっていましたよね。なので、もう映画見たよ。そして2回目ね、見たいと思ってるんだけど、どちらかというとこの特典が目当てなんだよね、という方は、実際ね、チケットを買う前に、この特典まだ配布してるかどうか聞くか、もしくはね、プクタみたいにコミュ障の方は、入場開始してね、入り口で配っているのを確認してからチケットを買うっていうのもね、ありかもしれませんね。で、このグッズで言いますとですね、こちらです。このね、映画のグッズですよ。セイレンドリンクカップホルダー、そしてちいかわポップコーンボックス。この2つのグッズがね、劇場で売られているわけですが、僕とはね、以前スパイダーマン見に行った時に、このセイレンのドリンクカップホルダーだけ再入荷してたんですよ。それでこれ買ったんですね。で、その後、ちいかわね、2回目見に行ったでしょ。そしたらこれね、両方まだあって、そしてその時にこちらのね、ポップコーンボックス、ポップコーンバケットですよ。これ買いました。で、映画見たでしょ。出てきたら、これ、ドリンクカップホルダー売り切れになっていたので、もしかしたらね、売り切れと入荷繰り返してるのかもしれませんね。なので、SNS なんかを見ていると、売り切れましたよ、入荷しましたよっていう情報がね、結構映画館から発信されているので、ちょっとね、買いそびれてしまって探してるんだよねという方は、SNS をチェックしてね、場合によっては再入荷した映画館に遠征するというのもありかもしれませんね。そしてこちら興行収入です。ライブドアニュースさんがね、このように報じておりまして、快挙。映画ちいかわ公開20日間で興行収入 80.7 億円突破。公開20日間で興行収入 80.7 億円。観客動員数563万人を突破した。この数字は、名探偵コナン、ハイウェイの打天使が公開17日間で興行収入 79.9 億円を記録しており、同規模のペースとなっている。ということで、このちいかわですね、なんと公開20日間で 80.7 億円を突破したということで、これがね、コナンのハイウェイの打天使にかなり近い推移を辿っているということで、この名探偵コナンハイウェイの打天使は、最終的にね、興行収入 136.8 億円を記録しておりますので、もうすでにね、このちいかわというのは、100億円いくかいかないかではなくって、その上ですね、どこまで伸びていくのかと、こういったレベルに入っているということのようです。なので、その辺を踏まえますとね、こちらですよ。これ現在ね、入場者特典第2弾となっておりますが、これ第3弾、第4弾とあるのであれば、ここからパッタリと勢いがなくなって、誰も見に行かなくなる、なんてことはありませんから、これかなり伸びるんじゃないかなと思いますよね。で、先ほどもね、言いましたが、この第2弾の特典、第1弾よりね、かなり品薄状態が叫ばれておりますので、もしね、第3弾の入場者特典、これが目的で行かれるという方は、もう初週にね、行かれた方がいいかもしれませんね。ちなみにね、今回プクタ2回目ね、ちいかわ見たでしょ。これね、めちゃくちゃ面白かったです。当然ね、ストーリーラインをもうすでに知っているわけですが、この会話ってこのことを言ってたんだとか、すでに知ってるがゆえに、この伏線、奥深さっていうのがすごくよくわかって、めちゃくちゃ楽しかったです。
で、そんなちいかわなんですが、以前の動画でもお伝えしました。すでにですね、アジアを中心に、海外での公開というのがスタートしておりまして、ちょっとね、以前の動画の振り返りで、公開のスケジュールを確認しておきますと、まず、7月31日ですね、ここから台湾の公開がスタートしました。そしてその後、8月6日から、香港、マカオで公開がスタートしています。そしてこれは今後になりますが、8月20日から、マレーシアとシンガポール。そしてあれからね、韓国での公開も決定しています。こちらになるんですが、これかっこいいですね。ちいかわザムービーが9月韓国で公開決定ということで、ちょっとね、韓国は先になりますが、来月9月からちいかわザムービー公開になるということです。ちなみにね、これ9月でも、こちらですね。ここにね、9月末から公開となっているので、ちょっとね、韓国に関してはかなり遅れてしまうようですね。で、このちいかわね、韓国でも非常に人気が高いということで、ここにね、書かれているんですが、2020年に放送が始まったショートアニメシリーズは、公式 YouTube チャンネルでの再生回数が4億回を突破しており、韓国でも累計再生数が1900万回を超えるなど、その人気の高さを証明している。ということで、その後ね、この韓国でも公開が決定したということのようです。で、こちらね、台湾での状況になりますが、まずね、7月31日の公開前に、2日間の先行上映が行われました。劇場版ちいかわ、人魚の島の秘密、先行上映の興行収入が800万台湾ドルを突破。日本の超人気 IP ちいかわの魅力がアジアを猛烈な勢いで席巻している。先週末に日本で公開され、日本の歴代公開初週末、興行収入トップ10入りを果たし、劇場版配給の22億3000万円を僅差で上回るなど、驚異的な集客力を見せつけた。台湾でも7月25日、26日に限定先行上映が行われ、わずか2日間で大勢のちいかわファンが劇場を訪れた。先行上映の興行収入は800万台湾ドルを突破した。ということでね、こちらの映画ちいかわ、台湾でね、7月25日と7月26日に2日間の先行上映が行われまして、この時の興行収入が800万台湾ドル。これ現在のレートで約4000万円です。でね、これがね、本当に羨ましいところなんですが、この先行上映のチケット、皆さん見てくださいこれ。なんと、ウサギの武器が特典でした。羨ましい。ウサギが、ヤッハって言ってね、ビヨーンってやってたやつ。あれですよ。日本のファンが羨ましがってるなんて記事も出ておりましたが、この2日間の先行上映約4000万円を稼いだと。そしてその後、7月31日に公開がスタートしておりまして、こちらね、興行収入最新の情報になりますね。映画ちいかわ人魚の島の秘密は、7月31日の公開から8月11日まで、2週間足らずで台湾全土の興行収入が7800万台湾ドルを突破した。近年、ちいかわは台湾と日本で爆発的な人気を集めている。ギャップのある可愛らしい世界観、リアルな日常生活の描写、キャラクターたちの生々しい感情、そして見る人に癒しや寄り添いを感じさせる点などが支持されている。ということで現在ですね、この台湾では2週間の興行収入が7800万台湾ドルを突破したということで、これね、現在のレートで約4億円です。で、これね、台湾では、鬼滅とかね、スラムダンク、このあたりがもう本当にね、とんでもないメガヒットをしてるので、ちょっとこのあたりと比べちゃうとね、低い数字にはなってしまいますが、台湾市場での海外興行収入としては、十分ヒットしてると言って差し支えないと思います。で、すでにですね、公開が始まっております、香港とマカオに関しては、実はね、まだ数字が入ってきておりませんで、現在はですね、この台湾の興行収入が、海外での興行収入の第一弾として出てきていると。でね、台湾ではどういった状況で公開されているのか、より詳しくね、見ていきたいと思いますが、このちいかわですね、なんと、台湾で年齢制限がつきました。日本ではね、営林が定めているレーティング G ということで、年齢制限はないんですが、台湾ではね、このようになったんですよ。ちいかわ映画、台湾では、なぜ保護級？ファンが明かすその理由。心にトラウマを負う。ということで、台湾ではですね、こちらね、保護級とありますが、これね、6歳未満干渉不可、このような制限がつきました。そして6歳から11歳までは、成人の同伴が必要ということですね。文化部の映画レーティング情報によると、これね、日本でいうところの文化庁です。映画ちいかわ人魚の島の秘密は、内容に戦闘や報復行為などの描写が含まれているため、保護級に指定された。これは6歳以上12歳未満の子供は、保護者、教師、または成人した親族、知人の同伴が必要であることを意味する。実際、ちいかわシリーズは以前から可愛さと残酷さが共存することで知られており、表面的には気軽で可愛らしく見える一方、その裏では友情や生存、人間性といったテーマがたびたび描かれている。ということで、このちいかわの本性がね、台湾ではバレてしまっているということで、日本と同様、年齢制限かからないかと思いきや、比較的ね、軽めではありますが、保護級というレーティングがつきました。ちなみにね、鬼滅はこのもう一個上ですね。12歳未満干渉不可となっておりましたので、鬼滅よりは緩かったということですね。
でね、この中国語版に関しましては、こちらですでに予告編がね、公開になっておりまして、ちょっとね、これに関してはプクタもね、X でポストさせていただいたんですが、ほら、ちいかわって、喋るキャラクターと喋らないキャラクターが混在してるでしょ。例えばメインの3人にしても、8割は喋ります。でも、ちいかわとうさぎは喋りませんみたいな。なので、なんとなくね、プクタの中で、喋るキャラクターだけ吹き替えするんじゃないかななんて思っていたんですよ。なんですが、これ、喋らないキャラクターも吹き替えされているようで、やっぱり、つつ裏裏とか言うからですかね、このうさぎとかちいかわのクオリティがね、めちゃくちゃ高いんですね。ちょっと一瞬だけ見ます？あまりちょっとね、これ流せないんで、ほんと一瞬だけね。どうですか？このうさぎの再現度。皆さんこれ、オリジナルじゃないんですよ。中国語版の吹き替えです。で、これね、あまりにもすごいなと思って、誰がやってるんだろうと思ったらね、これね、こんな記事が出てまいりまして、ちいかわ初の映画、7月31日に台湾公開、中国語吹き替え版は8月に登場。声優は原作者が自ら選出。ということで、なんとですね、この中国語版の吹き替えの声優、長野さんが厳選しているというんです。中国語版の声優については、現在も非公開となっているが、一人一人、原作者の長野先生が数多くのプロ声優の中から厳選して選んでいる。現在、制作作業が急ピッチで進められている。ということで、このね、長野さん、とんでもないクオリティコントロールしてるんですね。中国語版の吹き替えですら、その現地のプロの声優から自分で選んでいると。だからウサギがなるんですよ。まあ確かにね、正直ね、このちいかわの中でも、ウサギの声優ってめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。いや、もちろんね、そのちいかわの微妙なニュアンスも重要ですよ。だけど、ウサギのどうかしてる感じを完全再現してこそのやっぱりちいかわじゃないですか。これ全部ね、長野さんが選んでいると。で、こちらはですね、今年のね、6月の記事になっておりまして、古いんですね。で、その後、このキャスト発表されまして、驚愕の事実が明らかになります。それがこちらでして、映画ちいかわ人魚の島の秘密、中国語吹き替え版8月7日に正式公開。で、それがね、こちらになるんですが、今回の中国語吹き替え版には実力派声優が多数参加し、すべてのキャラクターに新たな命を吹き込んでいる。でね、皆さん、ここね、ちいかわ8割とあるんですが、ここうさぎなんですよ。この方ね、ヤン・シューインっていうんですかね。で、ここね、うさぎ。そしてここ見てください。なんと、この方がね、シーサーも演じているということで、うさぎとシーサー、同じ声優さんなんですね。ちなみにね、この方、チェーンソーマンのパワーとか、呪術廻戦の釘崎野原を演じているそうです。乌拉呀哈呀哈乌拉，咦呀，等你呀，さはい、ということで本日はですね、現在日本でも絶賛上映中となっております映画ちいかわ人魚の島の秘密の海外興行がスタートいたしまして、その興行収入第1弾が出てきたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。台湾でもね、なかなかのスタートを切ったということで、これからね、香港、マカオの興行収入も出てくるでしょうし、その後ね、マレーシア、シンガポール、韓国と控えているので、この海外の興行収入もバカにならなそうですよね。ということで、少なくともね、日本でもこれだけの興行収入を叩き出しているということで、ちいかわの映画第1弾としては、大成功と言っていいんじゃないですかね。で、この興行収入じゃなくって、この映画をきっかけに、SNS をね、見ればわかりますが、このちいかわのファンダムも確実に広がりましたので、その意味でも意義のあるものになったかもしれませんね。もしかしたらね、このお盆にちいかわ見るよという方ね、多いかもしれません。ぜひそれら感想もね、聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。